はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年1月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。さて、1月下旬からは注目の新作が怒涛のラッシュで登場。注目作だけではなく、まだ日の目を浴びていない隠れた良作なんかもあるかもしれないので要チェックです。今月の1月24日午前3時からは建物建築をメインとした作品がピックアップされる基地建設フェスも開催されるので、そちらもチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ワールドウォー2リビルダー。第二次世界大戦後を描いた戦災復興シミュレーター。本作は大戦後のヨーロッパを舞台に、様々な重機を使って瓦礫を片付け、壊された家、道路、工場など、荒廃した都市を再建し、人々が再び幸せに暮らせる世界を作り上げていく、一人称視点のリノベーションゲームです。プレイヤーはヨーロッパに住む労働者となって、戦争が引き起こした破壊の大きさを目の当たりにしながらも、工具や重機を用いての瓦礫の破壊や撤去を行い、建物の修復や新たな建物を築いていきます。また、建物だけではなく、インフラの整備や街路樹や街灯といった装飾アイテムを設置でき、荒れ果てた状況から再び人々が日常生活を送れるように街の再建に取り組んでいきます。第二次世界大戦を題材にした作品は多くありますが、破壊ではなく再建復興をテーマにしたユニークな作品。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ワールドウォー2リビルダーは2023年1月16日リリース予定日本語対応の作品です。ディフィニリーノットフライドチキン。フライドチキンだけではない経営シミュレーション。80年代の都市を舞台にフライドチキンショップを経営しながらも裏では危ないお薬を製造販売する経営シミュレーション。プレイヤーはフライドチキンショップで良質な鶏を育て、美味しい素材を確保し、お客様に提供しながらも、お薬の原材料の栽培や調合、クライアントとの危ない取引を行っていくなど、合法非合法両方のビジネスをバランスよく管理し、両立させなければなりません。ゲームの目的はお薬帝国を作り上げお金を稼ぐこと。ビジネスの支柱となるのは労働力である従業員。彼らの幸福度に気を配りながら生産性を高めていくことが重要。隠れ蓑として経営できる店舗はフライドチキンショップだけではなく、コインランドリーやナイトクラブなども経営可能。また、裏の世界では生存競争も激しく、敵対勢力が店に押しかけ、銃撃戦なんかも発生するみたいです。ディフィニリーノットフライドチキンは、2023年1月18日リリース予定日本語対応の作品です。スペースフォージアンバウンド。世界の終わりと対峙する SF アドベンチャー。美しいピクセルドットで展開する本作は、90年代のインドネシアの田舎町が舞台。あまり馴染みのないインドネシアではあるものの、少し古めかしい建物や風景が日本でいう昭和な雰囲気を感じさせ、どこか懐かしさを感じる温かさが印象的な作品です。物語はインドネシアの田舎町。卒業を間近に控えた高校生アトラとラヤは残りの高校生活を楽しんでいました。しかしある日突然ラヤがいなくなり、さらにはクラスメイトの記憶からも消えてしまっていた。そんな中、次第に街にも様々な異変が発生し、世界の終わりを予感させる超常現象に巻き込まれていくといった物語。ゲームは横スクロールをメインにしたアドベンチャー。アトラが持つ不思議な赤い本の力、スペースダイブを使って人々の心の中に入り込み、不安や悩みに干渉し、様々な問題を解決していきます。いなくなってしまったラヤを追い求めるほどにおかしくなっていく世界。現実と心象世界の狭間で、アトラが知る真実とは一体何なのか。SF 的なテーマを本筋としながらも、10代の少年少女が淡い青春や不安と絶望を乗り越えて大人になっていく青春ストーリーが描かれるようです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。スペースフォージアンバウンドは、2023年1月19日リリース予定日本語対応の作品です。コロニー。
独特なゲームデザインのサバイバルコロニーシム。四角いキャラクターたちが印象的な本作は、数人の開拓者と限られた資源を使ってコロニーを構築し、開拓者を見つけ、技術を研究して高度な武器をクラフトしながらも未知の世界を探索していくといった内容です。建物建築の自由度や装飾品のバリエーションも豊富。各キャラクターのスキル、才能、特性や熟練度による成長要素。ゲームでは基礎、現代、コンピューター各の4つの年代区分があり、それに伴い50を超える科学技術の研究により、中世風の時代から最終的には近代兵器の開発や宇宙計画まであるようです。体験版は日本語に対応していませんが、遊んだ感じゲーム展開はゆっくりですが、やれることが多そうな印象で、かなりのポテンシャルを秘めていそうな気がします。コロニーは2023年1月20日リリース予定日本語対応の作品です。魔法剣士。和風ファンタジーなカードストラテジー。武教風なデザインで描かれた本作は、中国産ではなくフランスのデベロッパーが手掛けたカードデッキ構築とヘクスマスを使った単性のストラテジーです。和風ファンタジー世界、天空の島々セレスティアル諸島を舞台に、刀と魔法を操る4人の魔法剣士、サムライメイジが、世界に満ちる魔力を汚染しようとする、古の魔物から世界を救うため戦いに挑む物語。主人公となるのは4つの家紋に属するルビー家のアヤカ、サファイア家のカイト、ジェイド家のソータ、トパーズ家のミサキのサムライメイジ。それぞれに固有の能力を持った1人を選択し、戦いを繰り広げていくことになります。ゲームはステージ攻略型のシステム。ステージ内のマップは毎回ランダム生成され、マス目に沿って探索や戦闘を行うことになります。探索の道中では敵との遭遇や村の発見など、様々なランダムイベントが発生。こういったイベントを通してデッキを強化していくといったゲーム。戦闘はカードデッキを使った単性で展開し、攻撃はもちろん各種ステータスアップ、追加効果などが発生するカードの種類は200枚以上が登場。また、それぞれのカード使用時のアクションも見応えありです。魔法剣士は2023年1月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォースフォークン。ファンタジー世界を舞台にした魔法パルクールアクション。ニューヨークで暮らす主人公フレイ・ホランドが突如アーシアと呼ばれる異世界に飛ばされてしまいます。アーシャに飛ばされたフレイの腕には意志を持つ魔法のブレスレット、カフが巻かれており、喋る腕はカフと共に以前の世界に戻る方法を探して旅をする物語。この異世界アーシアはかつてタンタと呼ばれる統治者が治める平和な地でしたが、人々をモンスターに変えてしまうブレイクと呼ばれる瘴気が原因で滅亡の危機に直面しています。そんな中、異世界よりブレイクの影響を受けないフレイが現れたことにより、アーシアの未来が大きく変わっていくといった物語。魔法にフォーカスを当てた作品で、様々な魔法によるアクションを使うことができます。中でも特徴的なのが魔法パルクールと呼ばれるアクション。簡単操作で魔法を使ったワイヤーアクションや空中ダッシュなどスピード感あふれるアクションで広大なアーシアの地を駆け回ることができます。さらにこの魔法パルクールを合わせた戦闘アクションでは、遠距離からの攻撃だけではなく、炎の剣による近接攻撃魔法や、蹴り飛ばした敵を爆発させるようなアクションがあり、スピーディーでスタイリッシュな戦闘が楽しめそうです。また、世界の至るところに存在するセーフハウスでは、収集した素材を使ったクラフトや装備の強化を行うことができ、戦闘や探索で得たマナを消費して新しい魔法を習得し、ネイルアートを施すことで魔法を強化できるなど、現代的でおしゃれな感じがします。フォースポークンは2023年1月25日リリース予定日本語対応の作品です。ウォッチドッグスレギオン。オープンワールドクライムアクション。ウォッチドッグスシリーズ3作目となる本作が Steam に登場。ハッキングをテーマに描かれる本作は、近未来のディストピアと化したロンドンを舞台に、ハッカー集団デッドセックの一員となって、犯罪組織に立ち向かいロンドンの街を解放する物語です。本作の最大の特徴はロンドン市民一人一人にストーリー背景や能力、スキルが設定されており、そういった市民を仲間にして操作することが可能。中には元殺し屋のおばあちゃんなんかもプレイヤブルキャラクターとして操作でき、そういった市民を選択してストーリーやミッションに挑み、物語を進めていくといったユニークなゲームシステムです。仲間になった工作員は個別スキルの他にミッション攻略報酬で得られるテックポイントを使ってガジェットや武器、ハッキングなどテクノロジーをアンロックしていく成長要素もあります。
また最大4人でのオンラインマルチプレイでは高難易度ミッションや PVP を楽しむこともできます。ウォッチドッグスレギオンは2023年1月27日リリース予定日本語対応の作品です。デッドスペース。2008年に発売された同名のリメイク作品です。ゲームは巨大な宇宙船内で未知のクリーチャーとの戦いを繰り広げていく三人称視点の SF ホラーアクション。物語は今から数百年後の26世紀。地球の天然資源を全て使い果たした人類は資源を求めて外宇宙へと進出していた。そんな中、イージス7星系で採掘作業を行っていた惑星採掘船 USG 石村が救難信号を発したことから物語は幕を開けます。USG 石村から救難要請を受けたエンジニアである主人公アイザック・クラークを含む USG キャリオンの乗組員たちが原因調査に向かうが、そこに待ち受けていたのはおびただしい数の死体で満ち溢れた船内とネクロモーフと呼ばれる未知のクリーチャーだったという物語。一時は Steam のストアページにアクセスできない状態でしたが、現在はアクセスもでき予約購入も可能です。デッドスペースは2023年1月28日リリース予定日本語対応の作品です。ラットケージ。不気味な世界をネズミが探索する横スクロールアクション。インサイドやリトルナイトメアといった作品に影響を受けたとされる本作は、一匹のネズミが薄暗い不気味な世界を進み生き抜いていく横スクロールのアクションアドベンチャーです。プレイヤーはネズミとなって凍える冬の夜に不気味なビルへと迷い込んでしまう。ビルに現れる怪しい人影を避けながら、謎解きや行く手を阻む障害を乗り越え、吹雪の夜を生き延びビルからの脱出を目指します。ゲームはシンプルな横スクロールアクション。左右の移動とジャンプと物を掴むアクションを使ってパズルやギミックをクリアし、ビルの奥へと進んでいくことで怪しい人影やビルの秘密も明らかになっていきます。か弱い小さなネズミが様々なトラブルに巻き込まれていく横スクロールアクション。ラットケージは2023年1月31日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。サバイビング・ゼ・アビス。海底という深淵を生き抜くサバイバルシティビルダー。冷戦時代の1970年代、人間のクローンを完成させるため、極秘裏に建造された海底研究施設を舞台にしたシティビルダーです。プレイヤーは海底研究施設の運営と指揮を任された責任者となって、生存に必要な酸素、電力、食料などのリソースを管理しながらも、資源の確保や施設の拡張を行い、深海に生息する未知の動植物を収集し、クローン作成と遺伝子研究を進めていきます。本作の特徴は深海に潜む闇の存在。電力供給を絶やしてはなりません。深淵はすぐそこの闇に潜んでいます。サバイビング・ザ・アビスは2023年1月18日リリース予定日本語未対応の作品です。ザ・ファーランダーズ。火星を舞台にした単性シティビルダー。ピクセルアートで描かれるレトロなグラフィックが印象的な本作は、火星に基地を建設し、テラフォーミングと研究を行い、新しい技術を発見しながらも、人間が居住可能な植民地を開発していく作品です。拠点となるベースキャンプから隣接して繋がるように他の施設を建設し、限られた土地の中で効率的にコロニーを建築していきます。本作の特徴はパズルのようなテラフォーミングシステム。火星の地形を変形できるテラフォーミングタイルを使って、水源や交渉などコロニー建築に適した地形に変形させることが可能。タイルの形状はあらかじめ設定されている上、水源タイルは渓谷ではなく平らな地表に置くと凍結してしまうなど、配置する場所などには注意が必要。先を見据えて計画的にテラフォーミングをしていく作品。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・ファーランダーズは2023年1月18日リリース予定日本語未対応の作品です。ザ・パイオニアーズ・サバイビング・ディストレーション。木星を舞台にしたサバイバルストラテジー。月や火星をテーマにした作品が多い中、本作は木星が舞台という珍しい作品です。舞台は2084年、木星の第一衛星イオへの有人宇宙ミッションを成し遂げようとしている最中、トラブルに見舞われ宇宙船が墜落してしまいます。
プレイヤーは生き残ったクルーと共に過酷な環境で生き残るためサバイバルに挑むことになります。ゲームはそれぞれに長所と短所がある15人の宇宙飛行士の中から3人を選んでスタート。太陽系で最も火山活動が盛んなこの惑星で生き残ることは簡単ではなく、他にも地震や磁気嵐が襲う厳しい環境で素材を集め、生産システムの構築、食料や装備の製作を行い生き延びなければなりません。また美しくも荒涼とした惑星をローバーや空飛ぶドローンに乗り込み、様々な土地を探索し、惑星イオの秘密を探るミッションなどもあるみたいです。ザ・パイオニアーズ・サバイビング・ディストレーションは2023年1月21日リリース予定、日本語未対応の作品です。エンコーデッド・ウォーモールス信号アドベンチャー。第二次世界大戦下、プレイヤーはドイツ軍の暗号解読者となって、暗号化されたメッセージを解読し、モールス信号を使ってドイツ軍を勝利へと導く珍しいゲームです。かなりマニアックすぎて全く情報はありませんが、ストーリーモードでは、プレイヤーは息子を取り戻すために暗号解読者となるようで、そういった背景をベースに政治的、心理的なストーリーが展開していくようです。エンコーデッド・ウォーは2023年1月21日リリース予定、日本語未対応の作品です。ハンディマンコーポレーション便利屋会社運営シミュレーター。メンテナンスビジネスを立ち上げたプレイヤーは、便利屋として顧客から仕事の依頼を受け、様々なタスクに挑戦していくシミュレーターです。本作の特徴は仕事の多さ。修理工、電工、配管工、画家、大工、さらにはインテリアデザイナー、家電の修理から住居の改築など、便利屋として100種類以上の職種の業務を請け負うことになります。ゲームを進めてお金を稼いでいけば、新しいツールやスペアパーツを購入したり、スキルをアップグレードして作業効率をアップさせることができ、さらにはビジネスを拡大させ、従業員を雇ったり、下請け会社をビジネスに組み込み、実務労働者から経営者となり、便利屋ビジネスでトップを目指すこともできます。無料で遊べるプロローグ版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ハンディマンコーポレーションは2023年1月25日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年1月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。これから3月末まで注目の新作が怒涛のラッシュで登場します。注目作だけではなく、まだ日の目を浴びていない隠れた良作なんかもあるかもしれないので要チェックです。今月の1月24日午前3時からは、建物建築をメインとした作品がピックアップされる基地建設フェスも開催されるので、そちらも要チェックです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。